サルどうも、パリの街に久々にやってきました。ちょうどバカンス中に来たんで、休みのお店が多かったですね。何度見てもこのパリの街並みって素敵だなって思います。ちなみに今回はエアビでアパルトマンを借りました。しっかりと料理できる環境が整ってるので、せっかくだからパリの食材で作るフランス料理動画にできたらなと思って、ちょっと朝早いんですけど、朝食の材料集めにバスチーユの市場に来ました。Je voudrais faire croque monsieur. Ouais. Qu'est-ce que vous commandez de fromage? Croque-monsieur, beurre de Comté? Vous pouvez mettre du comté. Après, vous pouvez mettre de l'abondance aussi. Abondance. Abondance, C'est ouais. celui-là, c'est Ah, ok. Vous Ensuite, voulez goûter avant tout choix? si c'est possible. Alors, est-ce que ça, c'est votre... Plus deux fois. Ouais. Et aussi Parmigiano Reggiano aussi, s'il vous plaît. Comme ça? Ouais, ok. Et aussi les œufs, un paquet, s'il vous plaît. Merci, bonne journée. そんなわけでクロックムッシュに使う材料はちょっとチーズぐらいしかあそこの市場には見当たらなくて、ハムとか牛乳とか、その他ですね。帰り道のスーパーマーケットやパン屋さんで買いました。このお借りしてるアパルトマンは本当に綺麗でですね、料理に使うちょっとした機材とかも本当何でもありました。このパンはここの大家さんがおすすめしてくれた近所のパン屋さんで、めちゃめちゃどのパンも美味しかったです。すごい気に入りました。この買ってきたパンドゥミもちょっとね可愛らしいサイズで、いわゆる日本の食パンよりは一回りぐらい小さかったですね。まず準備していくのはベシャメルソースです。牛乳と小麦、あとはバター。このバターもやっぱね、なんでしょうね、日本のバターとはちょっと風味が違いますね。もちろんバターの種類によっていろいろと味わいは変わるんですけど、少し全体的に酸味があるような感じがして、熟成香もほのかに香ると個人的には思ってます。ベシャメルは本当はねちゃんと分量測んないといけないんですけど、目分量でやりました。慣れないキッチンっていうこともあって、そんな言い訳も小出しにしつつ、ちょっと横着する部分もあると思うんで、どうかご了承ください。まずここでバターでしっかりと小麦を香ばしく炒めます。ここでね香りを出す、小麦の香りを出すっていうのは僕の中で結構重要だと思ってて、それがね出し切れてないとちょっとねベシャメルが単調な味になっちゃいがちなんですよね。なので焦がすわけじゃないですけど、香ばしい香りが出てきたら牛乳で勢いを止めて、そのままダマにならないようにしっかりと混ぜていく感じです。あんまり一気に入れちゃうとダマになりやすいと思うんで、小刻みに、最初は特に慎重にやった方がいいです。途中からはねもうある程度多めに牛乳入れてっても大丈夫なんですけど、最初だけはねやっぱちょっと慎重にやった方がいいです。なのでベシャメルをちょっと失敗しがちだわ、そんな人は最初に入れる牛乳の量、これにねちゃんと気をつけた方がいいかもしれないです。そしてこれだけだと塩味全然ないんで、塩はね適量加えます。クロックムッシュ作るときに一番手間がかかるのはベシャメルソースだと思うんで、それさえ終わってしまえばあとはね心を落ち着かせて穏やかに料理することができると思います。さあお次は市場で買ってきたコンテチーズです。個人的にはチーズの中でもトップクラスに好きな種類なんですけど、噛んでいくとミルキーな甘みだったり深いコク、旨み感じられるチーズだと思います。日本でも比較的手に入りやすいですし、癖もなくて食べやすいっていうのが人気の理由ですよね。薄くスライスしようとしたんですけどね、ちょっとこの向きでスライスするの難しかったです。やっちまいましたね。次のチーズがマルシェの人がおすすめしてくれたやつです。アボンダンスっていうフランスのサヴォア地方のチーズです。フルーティーな甘みだったりヘーゼルナッツの風味っていうのが特徴として挙げられますね。これそのままカットしてちょっと軽めのワインとかと合わせたりするとめちゃくちゃいいと思います。サヴォアは他にもバンジョーヌっていう特殊なワイン作ってたりして、ほんとね良き地方ですよ。興味ある方ぜひねバンジョーヌとかも調べてみてください。朝食作りたかったんで、それこそ8時とか9時ぐらい割と早めにマルシェに行ったんですけど、
夏とはいえそんなにねまだ明るくないんですよね。8時とか9時ってだいたいそうですね、11時から12時過ぎたあたりからこう日がしっかりと当たってくるって感じですね。で夜は9時とかそれぐらい、21時かぐらいまで明るいといった感じです。なので朝はねほんとパリの街は静かですね。バカンスっていうことももちろんあるんですけど、体感としてはこう時間がゆっくり流れてる感じがしました。街を歩いてる時ね。さてチーズも準備できたんで結局ねカットしたんですけどボロボロになりましたねこれはすごい。バターを塗ってベシャメルを塗ってでチーズ、そして、ハムですね、ジャンボ。チーズは2種類味わえるようにしたかったのでコンテとあとアボンダンスの2層にしてます。でハムも比較的なんでしょうね、チーズに負けないように2枚重ねぐらいにして分厚めにしてます。それをパンでもう一回挟んでフライパンの上で焼いていく流れです。このフライパンもしっかりとバターちょっと焦がし気味にしてパンにね焼き色がちゃんとつくようにします。ちょっと押したりするといいと思いますね。だいたい中火で2分3分様子見たらひっくり返した方がいいと思います。割といい感じですよね。でちょっとねバター足りなかったりすることもあるんで、そういう時はもう遠慮なく足しちゃってください。両面がカリッとクリスピーになったら頃合いを見て引き上げて、その後オーブンの準備をしてオーブンの中で挟んであるチーズを溶かしていく感じです。表面が加工されてるちょうどいいバットあったんでこれ使っていきます。それで、オーブン入れる前ですね、もう一回ベシャメルを上に塗ります。このベシャメルもたっぷり塗った方が美味しくて、で最後はパルミジャーノレジャーノラペすりおろして、振りかけていきます。これでこのクロックムッシュは3種類のチーズを楽しめるっていう結構贅沢な味わいになると思います。サラダも食べたかったんでマーシュ買ってきました。マーシュって、マーシュだよな、日本語だとマーシュで、これねマーシュのサラダすごい美味しいんですよ。スーパーだと大体どこでも売ってるんですけど僕すごい好きですね。で目玉焼きも作っておいて、クロックムッシュはいい頃合いになったんでオーブンから引き上げて半分にカットします。ちょっとね熱いんで取り扱いだけには注意しましょう。いい感じのとろみっすね、完璧。これまた器がおしゃれでね、料理がもう映えちゃって困っちゃって。仕上げに黒胡椒、分かってますよね大家さんも僕が黒胡椒好きってこと。まだ日がしっかりと出始める前なんですけど、それでも窓からいい感じの光が差し込んでくる素敵なアパルトマンです。チーズのうまみがすごい。パン料理の領域を超えてます。コンテとアボンダンスとパルミジャーノですね。この3層のチーズがなんて言ったらいいの、もうこれフランスですね気持ちいい朝だな。卵とかも焼いといたからちょっと味変とかでいいっすよね。乗っけてクロックムッシュにもクロックマダムにもなるみたいな、クロックムッシュマダムみたいな、いいじゃないの、言わせてほしい。というわけでパリのアパルトマンで作るクロックムッシュでした。次もまたパリの投稿が続くと思うんで楽しみにしといてください。それじゃアビアント。